皆様こんにちは。いきなりビールが登場しましたが、ここは森の都仙台でございます。実はこの後札幌に行く予定なんですけどね。ただどうしてもこれを食べたくて仙台に立ち寄っちゃいました。牛タンでございます。炭の香り香ばしく、牛タンの素晴らしき食感。この極太牛タン定食は強くおすすめしますよ。ちなみに極太牛タン5本で訪問時の価格は税込み3135円です。立ち寄ったお店はタン屋善次郎南町通り店。ここは JR 仙台駅からも近く、広くて利用しやすいレストランです。私は千葉県人なので、仙台までは上野駅を経由して東北新幹線でやってきました。本当に新幹線は早いって思いますよね。はやぶさであれば上野駅から仙台駅まで1時間25分ですよ。なぜ東京駅から乗らないのかといえば、単純に私個人の利便性なんですけどね。昔は成田仙台線の航空路線もあったんですが、現在は新幹線一択になっちゃっていますね。新幹線に乗ったのは午前9時台でしたが、もちろんここでもいっぱいやっています。まあ朝なのでビールは1本だけ。おつまみもパンで軽く済ませました。それにしても新幹線に乗りながらのビールも風情があって好きですよね。そんでもって車内のトランベールにも乗る先ほどのタン屋善次郎さんの続き。ここね、メガサイズのビールがあるんですよ。量にしたら1リットルサイズらしいんですけど、冒頭に移したビールの 1.7 倍の価格で量は2倍以上入っているって感じ。お得感が大きくて牛タンにビールが合うから本当におすすめですよ。で、動画を見直すと朝から飲んでばかりですけどね。そろそろ今回の本題に行きましょうかね。さすがに翌日の話です。仙台駅から仙台空港へと移動します。仙台空港は仙台駅から鉄道でアクセスすることが可能で、日中は1時間あたり3本運行しており、所要時間は27分です。快速列車であれば17分で走ります。これって結構な差がありますよね。ただ快速列車は現状1日1本しかなく、ほぼ普通列車で構成されています。仙台駅から仙台空港駅までの運賃は660円。まあ難点を言えば車両の長さが短いことですかね。今回の仙台駅発9時16分を利用しましたが、2両編成での運行でした。通勤時間帯では増結して4両編成で走りますが、2両だと結構な乗車率でしたよ。東北地方で最大の空港となる仙台空港。東北で初めて国際線が就航した空港でもあり、2007年3月に開業した仙台アクセス線で利便性が大きく向上しました。現在羽田や成田からの定期路線はありませんが、新千歳、中部、伊丹、関空、神戸、福岡、那覇など主な都市間での運行があります。今回利用するのは ANA の新千歳空港行きでプレミアムクラスを予約しています。仙台空港は ANA ラウンジがある空港です。その場所は保安検査場通り出発ロビー5番搭乗口付近にあります。 ANA ラウンジの自動ドアを開けるとすぐに受付があって、その奥がラウンジスペースって感じ。自動ドアが開くまで中の様子はわからないので、カメラで動画を撮影しながら ANA ラウンジに入るとちょっと恥ずかしい感じを受けます。羽田や新千歳、伊丹や福岡などの大きな空港はエスカレーターで上の階へ上がり ANA ラウンジへアプローチする感じなんですが、ここはやはり
空港の規模が物語る感じですかね。しかも仙台空港の ANA ラウンジには窓がなく、ちょっと閉鎖的な空間と思うのも否めないかもしれません。ただちゃんとビールサーバーはありますよ。残念ながら銘柄は1種類のみだけでしたけどね。仙台空港から新千歳空港へは11時15分発の ANA1223 便で向かいます。これね、11時15分発っていうのがポイントになってるんですよね。 ANA のプレミアムクラスは出発時間に合わせ、朝食ではサンドイッチをメインとした食事、昼食、夕食には日本各地の旬の食材を散りばめた和洋折衷の食事をご提供とあります。その出発時間の境は午前11時となっており、10時59分以前の出発だと朝食扱いのサンドイッチがメインとなってしまうんですよね。なので今回は日本各地の旬の食材を散りばめた和洋折衷のお弁当タイプとなります。これがちょっと楽しみだったんですよね。今回の食事の感想を言ってしまうと、まあ正直食べていられる時間が短すぎて楽しんでいる暇はないって感じですかね。さすがは仙台新千歳線、スケジュール的には1時間10分とありますが、実際は空港内の地上走行、離着陸時間を差し引いた安定飛行時間はあんまりないですからね。新千歳空港に降り立ちました。やっぱり札幌クラシックの看板で札幌へ着いたと実感しますよね。今回は手荷物を預けたのですが、レーンが動き出すまで割と長く時間がかかったと思います。新千歳空港は便数が多いのでちょっと追いついていないのかもしれません。
札幌駅から新千歳空港駅まで快速やポートで最速37分、特別快速なら33分です。JR 東日本でグリーン車に相当する U シートを備えた6両編成の列車が10分から12分間隔で運行されています。札幌駅から新千歳空港まで1230円、U シートを利用すると2070円になります。新千歳空港は専門店やレストランだけではなく、温泉施設まで揃った充実した空港で、空港内にホテルも複数ありますよ。新千歳空港には ANA プレミアムチェックインと呼ばれるプレミアムクラスの搭乗者や上級会員が利用できる専用カウンターと保安検査場があります。まあ、あることはあるんですけどね。不慣れな新千歳空港なので、どこにあるのかがわからず、探すのも面倒なので、近くにあった自動チェックイン機でチェックインをして、普通に保安検査場を通って制限エリアに入ってきました。一般レーンが空いていれば、これでもいいと思いますよね。ANA ラウンジの入り口は7番ゲートと8番ゲートの間にありますが、先ほど触れた ANA プレミアムチェックインを行うと自然にラウンジへ向かう動線になっています。ANA ラウンジの受付の近くにはロッカールームや通話スペースがあり、その奥に線上に広がるラウンジスペースがあります。新千歳空港の国内線ターミナルは丸みを帯びた構造になっており、それに沿っているわけですね。窓も設置しているのでとっても明るく、景色は駐機場側なので飛行機を眺めながら休むことができますよ。ただ、さすがは主要空港の一つで ANA ラウンジの利用客は結構多く、座りたくなる席を探すのはちょっと大変かもしれませんね。帰りに利用する飛行機は ANA2154 便成田行きです。新千歳空港成田線は LCC であるジェットスターとピーチは結構な本数がありますが、 ANA は1日1便、 JAL はありません。2154便は新千歳空港13時40分発なので、機内食は和洋折衷のお弁当タイプ。成田空港到着は15時25分、1時間45分のフライトとなります。実際に食べていられる安定した飛行時間はかなり短くなりますが、仙台千歳線よりは時間が取れそうですね。
仙台発、新千歳発で提供される ANA プレミアムクラスの機内食の食べ比べはいかがでしたでしょうか。もしかして同じメニューかなって最初は思ったんですが、ちゃんと出発空港によってメニューが異なっているようですね。ただ出発空港が同じだと翌月に登場した時も同じメニューに当たったということもあり得るそうなので、気になる方は ANA の公式サイトをご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。